こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回は、ソニック・ザ・ヘッジホッグのソフト紹介です。初代と同じタイトルですが、今作はソニック15周年作品として2006年に発売された作品で、重厚なストーリーや多くの登場キャラクターなど、ソニックアドベンチャーシリーズの流れを組んでいます。しかしながら今作は発売と同時に大炎上し、今ではシリーズ最大の黒歴史として語り継がれる問題作です。今回は、そんなソニック・ザ・ヘッジホッグがどんなゲームなのか、なぜ炎上してしまったのかについて、前後編に分けて詳しく解説したいと思います。それでは、早速スタートです。ソニック・ザ・ヘッジホッグは、ソニック生誕15周年作品として2006年に発売された作品です。タイトルが初代ソニック・ザ・ヘッジホッグと同じなので、こちらは通称、新ソニと呼ばれています。対応機種がプレステ3で初の HD 作品となったこともあり、3D ソニックの原点であるソニックアドベンチャーへの原点回帰を目指して制作されました。実際、今作にはソニック編、シャドウ編、シルバー編という複数のメインシナリオが用意されているほか、プレイヤーが自由に散策できるアドベンチャーフィールドが復活しているなど、ソニックアドベンチャーを彷彿とさせる要素がたくさんあります。しかもそのどれもがパワーアップしており、過去、現在、未来を巻き込んだ壮大なストーリーや、より広大になったアドベンチャーフィールドはまさにソニックアドベンチャーの正当進化で、初プレイ時はとてもワクワクさせられました。人もめちゃくちゃリアルだな。画質も綺麗になって、新しい時代始まった感がすごい。まさにその通りですね。発売前の期待度もひとしおだったのではないかと思います。続いては、今作のメインシナリオである、ソニック編、シャドウ編、シルバー編のストーリーをご紹介します。まずはソニック編です。今作の舞台は、水の都、ソレアナ公国という小さな国です。ある日、ソレアナ公国で炎の祭典という式典が催されていましたが、その最中、突如としてドクターエッグマンが襲いかかってきました。彼の目的は、ソレアナ公国公女、エリスの持つカオスエメラルドと、彼女自身が持つ、最悪の炎の秘密。エリスが連れ去られそうになったまさにその時、青い旋風と共にソニックが現れ、エリスを救い出します。しかしエッグマンの追撃が激しく、一瞬の隙を突かれてエリスが捕まってしまいます。捕まる直前、エリスは自分の持つカオスエメラルドをソニックに託し、ソニックは必ず助けに行くとエリスに誓うのでした。その後テイルスの助けもあり、砂漠に囚われていたエリスと合流したソニック。エリスを砂漠から救出してソレアナに戻った二人ですが、突然、謎の銀色のハリネズミの襲撃を受けます。さっきのプレイヤーキャラの一人だ。彼は自らをシルバーと名乗り、またソニックのことを全ての最悪の引き金、イブリーストリガーと呼んで、未来世界のために消えてもらうと襲いかかってきます。超能力を操るシルバーの前にソニックは絶体絶命のピンチに陥りますが、その時、ソニックたちを追いかけてきたエッグマンに再びエリスが連れ去られてしまいます。追いかけようとするソニックですが、シルバーが邪魔をします。しかしそこにエミーが現れ、ソニックを逃がしてくれました。なぜ自分は狙われたのか。イブリーストリガーとは何なのか。エッグマンの求める最悪の炎とは。数々の疑問を頭に浮かべたまま、ソニックはエリスを救い出すためにエッグマンを追うのでした。続いて、シャドウ編について紹介します。ある日、大統領専属エージェントを務めるルージュが、任務中にエッグマンに捕まってしまいました。彼女を救出せよ、という大統領からの依頼を受けて、同じく専属エージェントであるシャドウはエッグマンの基地に潜入します。ルージュを無事救出したシャドウはそのまま、ソレアナ公国から盗まれた、闇の帳を奪回するというルージュの任務を手伝うことになります。しかし回収した闇の帳を運ぶ道中、シャドウたちはエッグマンの追っ手と交戦し、その最中、闇の帳が破損してしまいます。すると砕けた闇の帳から黒い物体が溢れ出し、その物体がシャドウの影に取り付いて、シャドウにそっくりの謎の生命体が現れました。その生命体は自らをメフィレスと名乗り、自分とシャドウは過去に因縁があると告げます。全く身に覚えのないシャドウでしたが、問いただす間もなく、メフィレスの力によってどこかへ飛ばされてしまいます。飛ばされた場所は、今から200年以上も後の未来の世界。そしてその世界は、見るも無残に崩壊していました。未来の世界に何があったのか。メフィレスは何者なのか。なぜ自分を知っているのか。そんな様々な疑問を抱きつつも、シャドウとルージュは現代に戻るため、情報を集め出します。最後はシルバー編です。シルバーは今作が初登場のキャラで、銀色の体を持ち、超能力を操ることができるハリネズミです。また先ほどのシャドウ編で出てきた、未来の世界の住人でもあります。俺が生まれた時から、この世界は終わっていた。物語の初めにシルバーが発するこの言葉の通り、シルバーの生きる未来の世界は荒廃しきっています。その原因となったのは、何度倒しても蘇る不死身のエネルギー生命体。炎の最悪、イブリース。
イブリースのせいで世界は破壊されてしまいましたが、それでもシルバーは希望を失わず、相棒のブレイズと共にイブリースと戦い続けていました。そんなある日、イブリースを倒す方法を模索していたシルバーに、謎の人物が声をかけてきました。こいつは、そうです。先ほどシャドウ編で闇の帳から現れた、メフィレスです。なぜか未来の世界に現れたメフィレスは、この破滅の元凶となった人物がいるとシルバーに告げ、今を変えるには過去を変えればいい。すなわち、その元凶となった人物を消せば世界を救えると言います。そして、破滅の元凶となった人物、イブリーストリガーの姿をシルバーが確かめると、そこには青いハリネズミの姿がありました。世界を救いたい一心のシルバーはメフィレスの誘いに乗り、この青いハリネズミ、ソニックを消すために、過去の世界へ旅立ちます。まだ平和だった時代のソレアナに降り立ったシルバーは、早速ソニックの姿を見つけますが、その時シルバーをソニックと勘違いしたエミーが乱入し、ソニックの姿を見失ってしまいます。その後成り行きでしばらくエミーと行動を共にし、穏やかで平和な世界に心を打たれるシルバーでしたが、ソレアナの街中で、ついにソニックと対峙します。ソニックを倒してとどめを刺そうとしたその時、エミーが間に入りシルバーを止めます。ソニックはいずれ世界を滅ぼすとエミーに伝えるシルバーですが、エミーは絶対に信じないと言い切ります。そしてもしそうなったとしても、自分は世界ではなくソニックを選ぶとも。誰かを殺して世界を救う、それは本当に正しいことなのか。エミーの姿を見てシルバーは悩みます。しかしこの機会を逃せば、未来の世界は救われない。二つの正義感の間で揺れ動く自分の心を感じつつ、シルバーは情報を求めて動き出すのでした。このように、今作はソニックシリーズの中で最もシリアスで重厚なストーリーが展開されています。ストーリーめちゃくちゃ面白そうだな。特にシャドウ編とシルバー編がすごく気になる。ソニアド2と同じように、ソニック編ではエッグマンを倒すという王道の完全凶悪ストーリーが展開され、その背後で動く壮大な物語が、シャドウ編とシルバー編で描かれるという構図になっています。それらが HD による綺麗な映像と、この物語にぴったりな壮大な BGM で彩られているため、まるで映画を見ているような感覚になります。ストーリーに関しては、シリーズ最高レベルの一つに数えられる内容になっていると言えるでしょう。続いて、各キャラクターのゲームシステムについて解説します。まずソニックパートのゲームシステムは、従来の 3D ソニックと同様、敵を倒しつつゴールを目指すというものになっています。ただ走るだけではなく、例えばエリスを抱えて走ったり、スノーボードで進んだりと、様々なステージが用意されています。さらに今作独自の要素として、ソニックが自動で走るパートが存在します。プレイヤーは左右の動作とジャンプを使ってソニックを操作し、障害物や敵を避けながらゴールを目指します。この時代はまだブースト機能がないので、このパートがその代わりのような位置づけですね。また、今作では主にソニック、シャドウ、シルバーを操作しますが、他のキャラを操作できるパートも一部存在します。ソニック編では、テイルスとナックルズが操作できます。ステージの途中でソニックと交代することもあれば、一ステージ丸々操作することもあります。各キャラの設定もしっかり守られており、テイルスは飛行、ナックルズは滑空や壁登り、パンチが使えます。3D 本編作品の中では、HD 画質で彼らを操作できるのはこの作品だけなので、とても貴重なパートになっています。おお、これは嬉しいな。ということはシャドウ編とシルバー編でも他のキャラ使えるのか？その通りです。誰が使えるかは、各パートの解説でご紹介します。続いてシャドウパートのゲームシステムですが、これまでは基本的にソニックと同じようなアクション性を有していたのに対し、今作では独自のアクションが多く盛り込まれています。例えばシャドウのメイン攻撃となる、カオスアタック。これはソニックのホーミングアタックに当たる技で、ジャンプした後敵にアタックするところまでは同じですが、着弾後にそのまま格闘技を放つことができます。他にも、光の槍を放って敵を痺れさせるカオススピアや、一定時間自身を強化させるカオスブーストなど、ソニックと比べて戦闘向きのアクションが多くなっています。さらにもう一つシャドウ独自の要素として、乗り物アクションがあります。シャドウ編では乗り物に乗ってステージを攻略するパートがいくつかあり、ご覧のバギーをはじめ、バイク、グライダー、ホバービークルなど、様々な乗り物を駆使してステージを攻略していきます。どの乗り物にも武器が搭載されているので、敵もサクサク倒せて爽快です。シャドウは戦闘タイプにシフトしたんだな。アクションめちゃくちゃかっこいいし、何よりシャドウのキャラに合ってる気がする。もともと究極生命体という設定がありますから、戦闘力は高いはずです。これまでソニックとスピードで張り合ってきましたが、今作のような戦闘もこなすスタイルの方が、シャドウには向いているのかもしれませんね。また、シャドウ編ではルージュとオメガも操作することができます。おお、チームダークだな。ソニックヒーローズをプレイした人にとっては熱い組み合わせですよね。ルージュはソニアド2と同様に滑空や壁登りができるほか、攻撃技として爆弾を使うことができます。オメガは基本的にショットガンやレーザーでの攻撃です。
少しの間空中でホバリングすることもできます。オメガを単体で操作できるの初めてか？はい。単体どころか、オメガを操作できる作品はほとんどないので、今作のオメガパートはとても貴重です。最後にシルバーパートです。シルバーは、超能力を駆使してステージを攻略します。使える能力は、物を操るサイコキネシスと、宙に受けるレビテートです。特にサイコキネシスは、落ちている物を操って敵にぶつけたり、物体に乗って一緒に移動したりと、かなり自由度が高いアクションになっています。個人的に好きなのは、相手の放った攻撃を止めて打ち返すアクションです。これは誰しもが一度は憧れるやつ。このシルバーのようなアクションはソニックに限らずやったことがなかったので、初プレイ時はとても感動しました。またシルバー編では、ブレイズとエミーも操作できます。ブレイズは2005年発売の DS 用ソフト、ソニックラッシュで登場したキャラクターで、火を操ることができます。今作でもその設定が活かされ、火を使った攻撃を繰り出します。エミーはおなじみのピコピコハンマーに加え、2段ジャンプや透明化を使うことができます。いつの間に透明化なんて習得したんだ。このように、ソニック、シャドウ、シルバーが三者三様のアクションを有しているため、主要キャラ全員がハリネズミであるにもかかわらず、全くマンネリ感を感じさせません。各パートで他のキャラもプレイできるので、満足度はとても高いです。また、今作にはやり込み要素として、アドベンチャーフィールドの住民から色々なミッションを受注することができます。メインキャラそれぞれに15から20個ほどのミッションが用意されており、内容も敵を倒す、犬を連れてくる、特殊なコースをクリアするなど様々です。ミッションはアドベンチャーフィールドが舞台になることが多いので、ミッションをこなしつつ広大になったフィールドを隅々まで堪能できるという、優秀なやり込み要素になっています。ストーリーが面白そうなだけじゃなくて、主要キャラ3人のゲーム性がしっかり差別化できてたり、それ以外のキャラも動かせたり、ゲームとしての満足度も高そうだな。それに広大なアドベンチャーフィールドと、やり込み要素のミッション。あれ？なんで今作が炎上したんだ？むしろ神ゲーと言われてもいいレベルだと思うんだが。そこなんです。これだけの要素とアイデアを詰め込んだ今作がなぜ炎上し、黒歴史のレッテルを貼られてしまったのか。その謎を解説します。と言いたいところですが、長くなってしまったので後編に回しましょう。お預けかよ、ってエンディング入ったすぐに動画を上げますので、少し待っていてください。また、動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。それではまた次回、後編でお会いしましょう。